皆さん、こんにちは。今回もオノマトペについてお話しします。前回はオノマトペのうちの擬音語についてお話ししました。雨の音はザーザー。心臓の音はドキドキ。犬の声はワンワンなど耳で聞こえる音を表現する言葉でしたよね。今回はもう一つのオノマトペ、擬態語をご紹介します。擬態語は音を伴わないものの様子や感情を表現する言葉です。例えば、ワクワク、のんびり、ふわふわなど気持ちや見た目、動きの雰囲気を伝える言葉がたくさんあります。会話や漫画、広告などあらゆる場面で使われているので、擬態語をマスターすると日本語の表現力がぐっとアップしますよ。それでは擬態語の世界を詳しく見ていきましょう。擬態語は感情や心理、動きや状態、そして見た目や質感などを表します。それぞれのカテゴリーごとによく使う表現を紹介します。まず、感情や心理を表すときに擬態語を使うことで、そのニュアンスをとても豊かに表現できます。ワクワクは楽しみで心が弾む様子。明日の旅行、ワクワクする。イライラは怒りや焦りで気持ちが落ち着かない様子を表し、渋滞がひどくてイライラするなどと言ったりします。安心した時の気持ちや緊張がほぐれた気持ちを表すときは、ほっとすると言い、試験が終わってほっとしたなんて言いますね。緊張などで落ち着かないときは、そわそわ。気持ちが晴れない、すっきりしない感じは、もやもや。このように日本語では感情を表す擬態語を使うことで気持ちをより具体的に伝えられるんです。次に動きや状態を表す擬態語を見てみましょう。赤ちゃんや子犬などが不安定に歩く様子はよちよちと言います。体を左右に揺らしながら不安定でも一生懸命に歩く歩き方をよちよち歩きと言います。深く眠る様子はぐっすりと言います。昨日はよく眠れた？と聞かれたら、ぐっすりだったよ。こう回答すれば、深く眠れたんだなと伝わります。周りを落ち着きなく見渡す様子は、
キョロキョロと言います。例えば、初めての場所に行くと、慣れていなくて、キョロキョロしちゃいますよね。不安定な様子は、ふらふらと言い、熱があってめまいがする状態の時に、熱があってふらふらするなんて表現したりします。ない状態を表す擬態語も存在します。それがシーン。シーンと言うと、静かで誰も話さない、何の音もしない状態が想像されます。このように動きや状態を表す擬態語を使うことで、場面のイメージがより鮮明になりますね。最後に、物の見た目や質感を表す擬態語を紹介します。柔らかくて軽い質感をふわふわ、ヤスリのように表面が粗い質感をザラザラ、湿っていたり水分を含んでいるようならしっとり、触り心地や見た目の特徴も擬態語を使うと伝わりやすくなります。擬態語はその状態をより直感的に印象づけることができるため、日常会話はもちろん、漫画や小説、広告のキャッチコピーなどに多用されています。例えば、漫画で深く眠る人の上に、この人は深く眠っていると文章が書かれるより、ぐっすりの文字が浮かんでいる方が直感的によく寝ているんだなと感じませんか？また、パンの広告には、外側は固めの食感で中は柔らかい生地と書くより、外はカリカリ、中はふわふわと書く方がとても美味しそうに感じます。こんな風に文章で説明されるよりもより直感的に五感に届けられるので、擬態語を知ることで表現の幅が広がります。他にも、例えば疲れているとき、今日はとても疲れました。でも、もちろん良いのですが、ヘトヘトという擬態語を使うことで、もっと感情を乗せることができます。今日はヘトヘトです。に言い換えることで、体も脳も疲れていて、すぐにでも休みたいほどなんだろう、と感覚的に伝えることができます。今日は日本語のオノマトペ、擬態語について紹介しました。擬態語は音を伴わないものの様子や感情を表し、ワクワク、ぐっすり、ヘトヘトなど
様々な状態や感覚を伝えられます。擬態語をマスターして会話の幅を広げていきましょう。次回はオノマトペの応用編としていろいろな意味を持つオノマトペを紹介します。例えば、前回雷の音として紹介したゴロゴロ。実は他の状態を表すこともできます。次回はこのような例をいくつかご紹介します。それでは今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。